こんばんは、ゆうかです。いきなり何の映像を見せられてるんだって感じかもしれませんね。この日は2月22日、そう、猫の日。だからって猫は関係ないのですが、新宿住友ビル三角広場にてガンダムネクストフューチャーファイナルが開催されていたので出かける準備をしています。動画本編に移る前に注意事項です。今回の動画は自撮りの手ぶれ映像と写真のスライドで構成されています。そのため画面用意しやすい方はご注意ください。また音声も少し聞き取りづらいかもしれませんが、あらかじめご了承ください。なんかちょっとこの辺な気がするけど、準備ができたので行ってきます。はい、新宿に着きました。まずはハイトレードのシードフリーダムバージョンのジポップ発売日なので、そちらを探しながら会場に向かいたいと思います。まずは新宿3丁目のビッグカメラ新宿東口店。売り場スペースは広くないですが、掘り出し物がたまにあったりします。再販の30 minutes sisters やサザビー、クシャトリアもありました。はい、ありませんでした。当たり前なんで、もう11時なんで、せっかくなんで他の店舗も回ってから会場に行きたいと思います。それあったら逆にすごすぎるよね。東から西へ移動します。新宿って空気が悪いのは大前提として、ところどころ局所的にすごい臭いところありません？あれ何なんだろう。はい、西口まで来ました。空気が悪すぎるんでマスクしたんですけど、こっちには売ってるかな。売ってる方が在庫は多いので期待したいんですけど。まずは大本命、ヨドバシカメラ新宿西口本店ホビーおもちゃ館。多分新宿で一番プラモの多い店舗ですが、お目当てのものはなし。続いてすぐ近くのイエローサブマリン。店外の階段に張り紙がされていました。登らずに済んで助かります。またその近くのラビ。ヤマダ電機は店内撮影 NG っぽいのでお見せできませんが、陳列棚が綺麗な店舗です。はい、当たり前だけどなかったです。全店見つかんなかった。で、結構ガンダムベースの袋持ってる人も何人かいて、そしたらガンダムベースで買えたのかな。きっと朝一でガンダムベースに行って、その後新宿に来て、もしかしたら私と同じねイベントに行ってるかもしれないんですけど、やっぱ早起きしないとガテラゲットできない時代なんですね。私にはしんどい。さあ、イベント会場まで歩いて向かいます。普通に考えてガンダムネクストフューチャーがありの人たちだよね。なんでこの時気づかなかったんだろう、恥ずかしい。はい、たどり着きました。新宿住友ビル。いつも入り口がわからないんですよね。上から見た感じ、あまり混んでないかなと思ったのですが、会場まで来たんですけど、待機列が尋常じゃなかったので一旦ご飯食べに来ました。サラダボウル、ちょっと高いけど好きなお店なので嬉しいです。会場の外まで並ぶ列に並ぶ前に、まずは腹ごしらえ。何回かガンダムネクストフューチャー来たことあるんですけど、過去こんな並んでなかったけどな。コロナが明けたから？ジークワックスの影響？食べ終わって列に並んだんですけど、プラカードには80分待ちと書かれていました。 iPhone のバッテリーも少ない。こっちの私には80分は長すぎました。会場内動画撮影禁止だったので、ここから先は写真のスライドになります。入って最初のオープニングムービー映像が一番テンション上がります。だけど私のシャッターを押すタイミングがゴミすぎて映像の凄さが伝わらないです。ごめんなさい。このモニターが開いて中に入るのもかっこいい演出でした。中に入ると大阪・関西万博のガンダムやジークワックスの立像などあって、どこから見ようかと悩ましかったです。最新作だけあってジークワックスのスペースが一番大きかったし、プラモやグッズもたくさん並んでいました。事前予約が開始されてて商品画像が出てないものも何体かありましたけど、それが直に見れたのは良かったです。
でもどれがどの商品だかは分かりませんでした。私は赤いガンダム含め予約できなかったので、抽選が当たったら動画で紹介したいと思います。 DMM さんよろしくお願いします。当ててください。プラモ以外もグッズやゲーセンの景品なども展示されていました。通路の壁もつい見入ってしまう情報ばかりで移動も楽しいです。待機列にこういうのを設置できたらめっちゃ良かったんじゃないかなって思いました。45周年のガンプラだけでなく30周年を迎えるガンダム作品スペースもありました。初音ミクとガンダムのコラボ商品が発売されているんですね。家に帰って T シャツポチりました。このパネルのタペストリー売ってたら欲しかったな。出口付近も今後発売されるガンプラが展示されていました。マスターグレード SD のエアリアル欲しい。めっちゃかっこいい。そしてスレッダが可愛いです。可愛いお姉さんが入浴剤配ってたのでもらいました。よく見たらパチンコの宣伝なんですね。気になっていたガンダムアッセンブルの展示もありました。ミニチュアゲームでカードも使うのかな。個人的にゲームとしての関心はないんですけど、5センチサイズで塗装ができるという点でとても惹かれます。それぞれ躍動感があるのでジオラマ風に飾るとかっこよーですね。2026年の発売が待ち遠しいです。はい、ということで会場のすべてを紹介できたわけではありませんが、ガンダムネクストフューチャー満喫できました。ちなみに外出たらまだ待機列がすごかったです。中に入ってまだ長い列が続くのが信じられないですよね。チャンネル登録お願いします。人混みと待機列で疲れ切ってしまったので、新宿中央公園で休憩してから帰りました。都庁を背景にスタバを飲む女、足元には鳩がかっ歩していました。はい、というわけで今回は珍しく外で撮ったりしてみましたけれども、いかがでしたでしょうか。欲しいガンプラは手に入らないし、イベントは写真オンリーだったので動画でお伝えすることできませんでしたけれども、たまにはこういう外撮りの動画もいいなって思ってもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。猫の日にちなんで昔の猫関連のコスプレ写真を1つ目2つ目のコスは衣装自作で作ったので思い出深いです。3つ目は彼岸花がめっちゃ綺麗でした。それぞれ何のコスかわかるかな。